銅と真鍮が入ってる鋼材。女性は初めて。想像もつかない。食らいついていきたいですね。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。今日よろしくお願いしよろます。しくお願いします。株式会社佐治内浜の代表の野村和夫と言います。越前打刃物っていうところの特徴だったり、基本だいたい2枚打ち、厚みがさっき言ったようにこれぐらいの厚みしかないから、1枚入れて出してくることによって温度がキュッと下がるから一気に冷めちゃうんですよ、物が。だからこう2枚重ねることによって厚みが保てる。でそれを保ちながら一気に叩いて伸ばして形に仕上げる。軽くねじれを取ってるだろう。でこれが夕食、銅と真鍮が入ってる鋼材で、これを叩くんだけど温度をきちっと測らないと銅と真鍮が全部弾き飛ばされる。この出した瞬間の色合いでもう飛ぶっていうのが分かるから、だから難しい鋼材なんですこれは。で均一に叩いてきちっと仕上げないと、でランダムにこう叩いても結局中の組織がうまく細かくならないし、均等にきちっと叩かないとやっぱ切れ味も全然変わって。基本はうちを独立させるために、みんな基本から始めて、で最終的にはオプショナル全部できるような作業の内容に完璧を持つ。だからこういうふうに一人一人全員に担当しよお名前をお伺いしてもよろしいですか？佐治武一。僕は3代目。創業は1915年。110何年。おじじと親父の代は三輪用のナタを作ってた。で、僕の40代ぐらいからかな、ナイフを作り、和式のナイフ。いつからこのぐるぐるみんな回っていけるようにしてるんですか？俺ナイフ作りにかんってから言ってた。みんながじゃ行くよ。人とさせていかないと産地は伸びるから、独立させていかないと発展しない。
やっぱ競争になるしな。うちはほらナイフショップ行くから、だから1回は全部出店料全部宿泊も全部あれで材料も半導体も全部会社もでうちよその子はないから普通考えたらさせないやんて、はいもうここだけさせておけばいいんだから、うんうんうんだから独立も税金しで組合が減るライブエイジはどんどん組合が若い子の独立これ増えるってことよ。まあなんでよ自分だってほしい国で大学の儲けてやっぱり職員育ててやっぱ給料きちっと払ってで休みやってで年金かけちゃって退職金かけちゃってこれ早くさせるとまあ早く覚えるじゃん。させると覚えるんやってよく出すとまた覚えるやん本番からそしたらやっぱ会社としては助かるの早覚えしたし成形っていう工程になるのかな。これを研磨してる。で、形今成形もしてる。次にはい穴開けします。成形終了。これは今研ぎといって鋼を出す工程になります。模様が出てないところが鋼になるんで、この鋼を出すために今これで工具でって感じです。やっぱ材料によって硬いんであんまり出てこないんで頑張って力入れないと。こっちの研ぎでやったこのしのぎを線みたいなところをこの段差を取るために今この目すきで取ってるって感じです。こっちはもう終わった。これは今からやるやつ。これ四角のっていう材料。このおおよその形からこの包丁の形に合わせてそこから削っていくっていうなんか。で握って自分の感覚で合わせていくみたいな。そう。
で今ここにのり塗るんですけど、ボンドをこれとこれを合わせて、これで、出来上がり。これで乾かして、乾いたらまたあっちで磨く作業があるんで。素材からこの形作りまで全部自社で行われてるんです。そう多分他にあんまりないことやから、それを若い頃にはやっぱ勉強していかないと、なんだ SH オメオでもなんでこんな程度かって思われるのが一番嫌やから、やっぱそれはそれできちっといいものを作らせようっていうのもあるし、全部背負ってからのものとして出てくるから、せっかくお客さんにはお金を払ってもらうんだから、それなりのやっぱ愛情を込めたものを作らないとと思う。やらせないと覚えるんだ。ただこう見てるだけでこんなんかだって想像よりは実際やらさないと、やらしていかないとやっぱなかなか難しい。特にこういう神経を使うものだから、特にこれからここになる。もともとの素材がこういうブロック、それをこうカットして貼り合わせて、最終的にはこういうふうに仕上げて形に持ってくる。この段階は難しいんですか？もう特にこれはアクリルやから材料によって力加減だったり。そうハンドルでは削りすぎたら終わりやから、そういうことがあるからなかなか難しい。やっぱこういう段差がつかないようにうまく削らないと、でここでほらやっぱかかりがある場合に手が痛い、それがないようにこううまく削らないと。このハンドルの組み合わせだけで何種類ぐらいのハンドルがあるんですか15、6ぐらいはあるんじゃないかな。うちらの鋼材に関してはいろいろ目で確認しながら、どういったものを使えるかっていうのも吟味しながら、いろんなことをやらないとやっぱ実際わからない面もあるから、いろんなことにチャレンジしてるから面白い。こういう抱き合わせはあるけど、この継ぎ目のラインをきちっと合わせて仕上げないと、こうなったりこうなったりしてるとほらやっぱアンバランスでしょ。でこれをきちっとこう継ぎ目のこの模様がこうがっつり揃うように合わせる。今から最終的にちょっと待って、歪みだけ今歪みを見て歪んでないかをチェックして、それから最終的に切れるか切れないかのこば付けをします。もうほぼこれで完成。あとは再度もう一回親方がちょっと歪みをもう一回確認して出荷するっていう感じ。
藤優奈です。24歳です。伝統工芸に興味があって、その中でやっぱり内刃物ってすごくかっこいいし美しいって言えばいいんですか、はい、それがすごく好きなんで包丁にしました。ステーキナイフの用の持ち手の部分のところをこう板から取って形を取ってました。やっぱそのまだ任されてない仕事とか他の先輩方がやってると早くあの作業してみたいなみたいなが結構思ったりしますね。大変なこととかありますか？やっぱ自分が女性の立場としてやっぱりその男性よりその力が弱いから切るとかも全然できなかったです。最初の方は楽しいです。いろんなやったことないことをやらせてもらえるのですごい楽しい。もうなんか必死にこう背中を追っていきたいですね。本当に食らいついていきたいですね。次からつけたらやっぱやりたいっていう子が入るようになってから、それからやっぱそういう子が多い分やっぱそういう子もやっぱそうやってやらないとダメかなっていうんで、女の子でもああいうふうにいろんなことを一からさせる。ライフマガジンというのに広告売ったわけよ。何年間ぐらいやってたんですか？10年間ぐらいやってます。年間6回かな。2ヶ月に一遍商品開発したら作った後からはもう何作ろうかって次の考えがうちは越前の考え初めて作った誰も作ってないのこれ。なんでやり始めたんですか？やり始めたその野鍛冶から食ってくと思うよ。洋式やったら他いっぱい作ってるこんなの和式やったら誰も作らんじゃん。鍛冶屋だから。で鍛冶屋の技術生かして和式に変えどんどん変えでまたこれの技術を生かして包丁に変える。なくなっていく鍛冶屋さんと続いていく鍛冶屋さんってあるじゃないですか。親方らが若い時に、そういう若い子を受け入れる体制を作って、だから今のこの越前内刃物があるのかなって。どこもかしこも今ほら親方だけとかね、後継者がいないとこはなかなか伸び悩んでたっていうことやろうね。でそこでうちらも親方がほら若い子入れたりいろんな子を入れるようになって、そこから伸びてきた。でその中でもいろんな形もできてくるし。女性は初めて、今までこんな思い想像もつかない。この中に女の子が入れるっていうといろいろ問題はあるやろうけど、でも今しっかりねあの子も頑張ってやってるんで、一つのこういう希望としてその子がスタートを切るみたいな。名前が野村亮って言います。一応社長の息子と会長の孫です。後々は独立するかは分かんないんですけど、もしかしたらみんなでやるかもしれないんで、そのためにもちゃんとライバル心持って日々の仕事を頑張っていきたいなっては思ってます。一番のライバルは誰ですか？ライバルでいうとやっぱ自分の兄になるんですかね。一番身近なんで正直負けたくないっていうのもあるし、切磋琢磨し合って上手くなってたらいいなって。野村健太です。弟の方が先に入ってるんで、自分もやっぱ負けじと上手くなりたいなとは思ってんで、その地域全体を盛り上げていきたいみたいな気持ちもありますか？同じ一員としてもっといろんなとこに知ってもらいたいのもあるんで、ちょっと頑張ってそれを広めていけたらいいなとは思ってます。
梶直也です。もう11年目で、高校時代からもここでバイトしてます。面白いです、やっぱものづくりって。伝統工芸士を2年後かに絶対取りたいと思います。恥ずかしい。